どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。佐藤です。今回は韓国編ラストパートということで張り切っていきたいと思います。韓国滞在3日目ということでね、もうだいぶ韓国にも慣れてきたかなという感じです。このね、朝のコーヒーの時間が、本当に至福ですね。もう黄昏ちゃってるもんね。なんか自分でもね、こう本当にいい時間だなってこの時も思ったし、今編集しているこの瞬間もまさに思っております。今からカルグクスを食べに行きます。私の韓国で食べたいものリストの中に入っているカルグクス、とにかくいろんなものと一緒に煮るので、スープも麺も全部がトロトロなんですよ。この日ね、結構調べていこうと思ってたのに、1軒目2軒目3軒目も全然やってなくて、一人じゃ NG っていうところもあって、1時間くらい探してようやく見つかりました。こちら。안녕하세요。OK？Thank you。もう絶対うまいやつじゃん、お店の中からして。しかもここね、10時オープンって書いてるんですけども、9時半ぐらいに行った僕を快く受け入れてくれたんですね。来ました。こちらカルグクス。もう見たらわかる通り、こちらいろんなものと一緒に煮るので、もうものすごいいろんな味がするんですけど、とにかくうまいのよ。それで味付けがね、なんかすごく非常にシンプルで、多分お塩と少しの胡椒ぐらいなのかな。すごい優しい味がするというか、朝にねすごく嬉しいような、そんな味がしました。さん食べてもペロッと完食できました。ごちそうさまでした。감사합니다. 잘 먹었습니다. 헛 커피. 아, 커피. 아, 땡큐.今、カルグクスを食べて帰ってきたんですけども、これからね山にちょっと登っていきたいと思います。ちょっと名前忘れたんですけども、電車で多分10分ぐらいで、登るのは1時間ぐらい、日本でいう多分高尾山みたいな感じかなのところにちょっと登っていきたいと思います。はい、登山する前の腹ごしらえとして、初日に買ったねこの蒸しパンを食べます。それでは行ってきます。登ってみた感じは普通の散歩コースもありまして、その途中で、山の頂上とかに、少し中級ぐらいのコースがあって登れますよみたいな感じでしたね。上の方まだ雪残ってて、意外とねやっぱ標高が少し高いのと、あと韓国のそのマイナスな気温っていうのもあって、足元がねまだまだ滑るとこが多かったかなと思います。なんか日本はすごく安全だなといい意味で、思いましたね。なんか道とかも整備されてるけど、こっちの方はなんだろう、整備されてないわけじゃないけども、でもなんか僕はこっちの方がスリリングがあってすごく楽しかったですね、登山的には。で、こちらがソウルの街一望でございます。どうですか皆さん、かなりの迫力でしょう。生でね見た僕としてはですね、本当に違う国だなと思いました。みんな韓国は日本と似てるとか、ほぼ同じだよとか言ってね、もちろん人とかね日本人向けにいろいろそういう言葉とかが多いからかもしれないけども、こうやってね山を登ってね街を見るとね、本当に違う国だなと思うし、本当になんか自分は一人で異国の地に来たんだなということを感じました。
やはりこう表面だけ見て同じとか違うとかいうのは、その国に対してもすごくなんか失礼だと思うし、やっぱりリスペクトの気持ちがないと本当にダメだなって心の底から思いましたね。なんかね、登山が好きなんですけども、山を登ってるとね、すごくこう気持ちがリフレッシュするというか、登るということだけに専念する、一歩一歩踏むことだけに専念するから、頭の中がこうクリアになっていく、そんな感じがします。こっちの方はね、なんか岩とかもすごく露出してて、目で見てもすごく楽しかった。日本はこう綺麗に紅葉とか木々の緑とかそういうものだったけど、こっちはなんか岩みたいな、そんな感じでした。素敵な感情と景色をありがとうございました。これにて登山終了。さあ登山が終わりまして、ホテルの近くのパン屋さん、ケーキ屋さんに来ました。こちら店内もすごくおしゃれで、こうなんといってもクッキーとかパンとかいろんなものが一箇所に集まっているので、すごく便利かなと思います。さあホテルに戻ってきたので、登山の疲れを癒しながらさっき買ったパンを食べていきたいと思います。こちらはですね、チーズとハムが入ってるパンだったんですけども、しょっぱい系かなと思って食べたら、蜂蜜メープルみたいな、甘かったですね。甘じょっぱい感じでした。なんかパン屋さんとかも意外とそのしょっぱいものっていう単体のものは少なくて、結構甘じょっぱいものが多いイメージでしたね、韓国は。きまして、チョコレートのスモアのクッキーですね。真ん中にこうやってね白いのがあるやつは、うまいの確定演出だと思ってください。1個前の動画でね出したんですけども、前日もクッキー食べてるんですよ。でもね、本当に甘すぎずすごくバランスがちょうどいいから全然食べれるんですね。本当に実際にね韓国に来ないとわからないような、の味のね、なんか詳細なところでしたね。Good!さあそして今回のエース、もう何かわからないけども、もう可愛い、美味しそう、誘惑的な色、三拍子揃って、倍でした。これ実は中にねスイートポテトが入ってるんですよ。お味のほどはですね、甘いもちもち芋っていう感じですね。これね本当に美味しかった。本当にびっくりするぐらい美味しかった。私の目に狂いはなかったようです。さあ続きまして訪れたのは日本語で望遠駅というところの望遠市場というところに来ました。こちらは食べ歩きができるね、なんか結構長い道、はいわかりますよね、言ってることは。もうこちら歩いてるだけでもう本当に心躍らされるような、そんなね長い街道でございましたよ。この日は日曜日ということもありまして、人通りはすごく多かったんですけども、めちゃくちゃ賑わってました。こちらも韓国に来てから絶対行きたかったところでございます。このタッパーの感じわかるかな。めちゃくちゃ好きなの俺、こういうの。もうありとあらゆる餅がありまして、僕はこの紫色のブルーベリー餅を買いました。そしてなんかわかんないけどすっげえ行列ができてたこちらのホットックでございますもう韓国来て何回ホットック食べんのっていうぐらいの勢いだけど、なんかね、なんだろう、これチョイス、味のチョイスとかがやっぱなんかすごいこうそそられるものが多い。やっぱ食に関しては本当に韓国すげえなと思います。私はこのチーズを頼みました。なんといってもね、このライブクッキングみたいな、なんか目の前で作ってくれるのがいいよね。実は本日もね、前日の韓国の、お友達の方が、同行してくれていろいろ回らせてもらってるんですけども、なんかいろいろこう韓国の人の考え方、日本の人の考え方みたいな感じでね、すごいいろいろ交流できてめちゃくちゃ楽しかった。こちらは日本でいう原宿みたいな感じのこう若者の街っていう感じなのかな。ちょっと駅名は忘れましたけども。さあ今回はこちらで絵を描いていきたいと思います。このね絵のねこの教室っていうか、ここもねその韓国の人が、計画してくれてね、
もう多分僕一人だと絶対に来れなかったであろう。先生にも言われました。外国人が来たのは初めてだって。なんか自分が外国人っていうイメージがさ、日本の中にいたら全然湧かなかったけども、海外に行ったら俺も外国人なんだよね。当たり前だけど。なんかね、こう言葉では表しづらいけど、こういろんな、偶然とかいろんなタイミングが重なって、僕はここでこうやって絵を描いてるわけで、この未来を誰が想像できたでしょうかね。本当に人生って面白いなって思います。韓国語を翻訳してもらいながら、先生のねタタタタタとかそういう指導を受けながら着々と書き進めております。他の人たちはね、みんな風景とかを描いてるのに、俺だけ自分の写真でどんだけ自分好きなのっていう感じだけど、なんかこっちの方は自由な職場が多い感じです。この先生の、犬愛犬ですね、名前はエースです。はい。先生にね、ワンピースなのかなと思って、ワンピースって言ったら、特に反応はありませんでした。日本はね、こう英語がこう中学生の頃とかで必ずある教科だから、多少の英語とかは聞き取れるかもしれないけど、韓国語っていうのは本当に聞き取れないんだけどもね。でもなんかその聞き取ろうとするこっち側と伝えようとする先生側っていうか、なんかその言語を超えた気持ちみたいなものがなんかすごい新鮮というか、初めての感覚でした。あとは先生にイケメンにしてくださいと、お願いして、顔を描いてもらってます。完成したのがこちらです。すっかり韓国の俳優さんっぽい顔になりましたね。貴重な体験をありがとうございました。さあ、すっかり暗くなってきましたけども、今からハンガンラーメンを食べに行きたいと思います。ハンガンラーメンっていうのは、こうハンガンっていう川があって、その近くの、コンビニでね、こうやってラーメンを食べるんですけども、もう全部ね、なんかこうやってもう専用のやつがあってね、そう卵も1個からとか売ってたりとか、めちゃくちゃね、なんかこうもうセットされてる、もうそう専用のみたいな、すっげえのよこれ。時もね、気温はもう確かマイナスいってたんだけども、超寒いのよ。風超冷たいのよ。でもその中で食べるこのあったかい辛いラーメン、もうなんて言うんだろう、日本の露天風呂を彷彿とさせるような。辛いのはね、そこまで得意ではなかったけども、この時に本当に辛いのうめえなってなんか心の底から思いまして、はい、ありがとうハンガンラーメン。さあ、無事ハンガンラーメンも食べ終わりまして、もう3日目も終わり際でございます。今日もね、たくさん食べて、たくさん動いて、本当に楽しい充実した日でした。ちなみにこのブルーベリー餅、めちゃくちゃ美味しかったんですけども、想像ピッタ、ビタビタピッタのお味でした。それでね、ちょっともう一つだけね、本当に嬉しいことがありまして、僕ミルカのチョコレートが好きなんですけども、日本だとドンキとかにしかないんですよ。でもこちらなんとコンビニにミルカのチョコレートあります。皆さん韓国来た際はぜひコンビニのミルカ食べてください。さあ、ついに帰国の日の朝となりました。すごくいいですね、天気が。カーテンがでかいですね。窓こんなでかかったんだ。韓国最終日の朝ということで、僕にはやらなければいけないことがあります。そう。それはサムゲタンを食べること。サムゲタンを食べれるお店を探しましたが、いろいろ見つかりませんでした。朝が早いということもあって。ね、もう月曜日の朝ということもありまして、なかなかやってません。そこで来たのがこちら。サムゲタン。삼계탕? 하프 사이즈 no? 하프 사이즈? 오케이. 오케이. 하프 사이즈. 삼계탕 오케이. 땡큐. 本日もね、9時半からここのお店は、僕を受け入れてくれました。本当にね、美味しかったです。サムゲタン。これちょっとね、なんか薬膳っぽい感じなのかな、ごめん、ちょっと深く調べてないんだけども、とにかくいろいろ食べまくった最後の締めは、サムゲタンで行こうというのは決めてたんでね、
本当に食べれて嬉しいです。ちなみにハーフサイズ OK は、ガン無視で普通に来ました。でもめちゃくちゃうまいし、ここのお店の人すごい優しいから全然 OK。 那3颗是那个中国吧？あ、キャッシュカード？不是那个中国卡的，那个中国卡的那个，后来是要何言ってるか全然分かんなかった。まあこういうのも旅の醍醐味として胸にしまっておこうと思います。안녕하세요. 안녕하세요. 체크. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 오케이. はい。ということでね、ホテルも無事チェックアウトしまして、もう帰ります。日本に。はい。楽しかったね、韓国。本当にね、来る前と、来た後では全然印象が違うというか、自分の、味とか、そういう面でもそうだし、考えとか視野とかそういう面で本当に勉強になる旅でした。やっぱり一人で来てるから、たまに不安になることとか、ご飯食べてる時も、あれ？なんか、今俺何してんだろうって思うこともあるけど、知らないことを知れるのはすごく楽しいし、何より日本語が通じないっていうところで自分一人で全てやっていく。冒険してるみたいで本当に楽しかった。今回の旅でいい意味で自分の無力さを感じることができて、本当に自分はちっぽけなんだなということを改めて再確認しました。まだまだ世界は広くて、俺の知らないものでいっぱいということが分かったので、これからね、たくさんの国にもっともっと行きたいなって思いました。心の底からね。ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。3パートにわたるね、長いパートだったんですけども、ついてきてくださってありがとうございました。最後にですね、僕が、撮った写真たちと共に、韓国の旅行を締めくくりたいと思います。それじゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。